はい、どうもこんにちは。ザイクスキガンの黒潮のお時間です。今回はシーズン3エピソード10。太陽 e スポーツ討論会。e スポーツの討論をしていきたいと思いますけど。お願いします。進行 XQQ コメンテーター黒。コメンテーター2太陽です。お願いします。はい今回のテーマはね、先輩リーガー太陽が熱く語る。もう誰だよそれ考えたやつ。今後とは誰だよその文章を考えたやつ。e スポーツのフューチャーについてね、語ってもらいたいと思いますし、なんともね、今年からリーグが始まるので。始まりますね。いや、楽しみですね。先輩リーガー。これ一回片パン入れて先輩リーガーのいやもう太陽選手に治んないっすね。これは治んない。治んないっす。先輩リーガーの太陽君にね、いろいろ教えてもらいたいなと。ご教授。ご教授をね。こっち見ないでほしい。本当にうざい。上限をもらいつつ、今後のね、ジャパンの e スポーツのフューチャーについてね、熱く語っていただきたいなと。各所版2時間でお届けしていきたいと思います。お願いいたします。はい、10時間じゃないんだ。10時間さすがに翻訳大変そうだから。翻訳のために2時間にしてあげる。2時間にした。はい、じゃあまずはね、オーバーウォッチリーグ配信とか、動画でね、話してきたとは思いますが、言うてあんま話してないんだよね。俺、話すことないか。太陽君のね、オーバーウォッチの配信見に行ったらね、大体なんか、高校行くべきかどうかと、オーバーウォッチリーグについての話をコメント欄がずっと喋ってる印象。何行くべき？高校に行くべきかどうか。学校に行くべきかどうか。でもなんかいるね、いつも。週1ぐらいに学校を辞めてプロ目指したいですっていう人平日の昼間に太陽君に学校を辞めてプロになるべきか、それとも学校行くべきかどうしたらいいですかっていうコメント欄からの白熱した議論がね、平日の昼間から行われてるから、いつもそれでなんかそのタイミングにいつも Q さんがコメント欄にまたしてるみたいなコメントするんだよね。なんかタイミングがいいんだよね。なんかセンサーついてるでしょ普通に。なんか熱く議論タイムに絶対 Q さんいるんだよね配信に。サブモニターにちっちゃくなんか適当に配信3個くらい開いてるから俺。始まったと思ったら見に行ってる。バロのリーグに関しては、そもそもリージョンが3つ分かれてて、オーバーウォッチリーグの最初期とは違うような形。分かれてるよね。アジアとは。NA で。じゃあ似たような感じ。今のオーバーウォッチリーグと似たような感じではあるのかな。全部オフライン？基本的に全部オフラインでやるみたいだね。EMEA はベルリンに集まってやる。ドイツでやって、アメリカでやるのかな。で、日本、エバグに関しては韓国で。まだ韓国でよかったよね。韓国は本当にありがたいね。俺ら日本人からすると韓国は結構、馴染みあるし。近いしね。近いし。帰りたかったらマジで2時間で帰れるじゃん。そう週末帰って日帰りで帰ってくるみたいな全然できるしね。温泉旅行行けるよ普通に。それはないか。できるね。沖縄に日帰りで行くみたいな感覚で行けるもんね。マジでそんな感じだと思う。そう、ヨーロッパ圏も全員ドイツに集まらないといけないし、NA に関してはブラジルのチームがもう全部アメリカの方に、それが一番大変そうだよね。そこが結構大変そう。でもグローバル e スポーツ韓国に来なきゃいけないのも大変そうじゃない？インドとか、インド、アメリカ、韓国？韓国人が3人ぐらいいるのかな。韓国にバッチだよね。テクスチャ、バッチ、エイリンがカナダで、1人タイで、フィリピンかな。で、あと残りインドとか。あそこはかなり大変そうだよね。コミュニケーションどうするんだろうね。英語はあれ？英語だと思うな、さすがに。インドとか、その辺の東南アジアだったら英語喋れる人は多少いるし。でみんななんか、イントネーションとか発音違うから大変そう。そう。なんか多国籍だし、食文化とかもね、全然違うから。ちなみに、オーバーウォッチリーグ、サンフランシスコに関しては韓国人とアメリカ人と大学日本人1人ぐらいか。いつもちょくちょく EU 圏の人いたり、コーチとか。飯は、俺ら完全支給制で、活動ある日の昼と夜は絶対出てて。昼なんかみんなで食ってるの、太陽くんの一日海外プロゲーマーの一日。そう。もうほんとさ、この顔よ。全然投げていい。原宿で。あんな感じで弁当か、その日なんか誰かがマック食いたいって言ったらマック買ってきてくれるし。そういう不満はなんかたまにクソまずいなってみんなで、fucking disgusting とか言って、マックウーバーしてた、その後。試合とかってリーグになって昼からとか、試合って何時頃だったの？夕方から夜だと思うな。
早くて朝11時に試合があったから、うんそれに合わせてやってるんだ。練習を10時半スタートにしようみたいな。だから試合ある日は8時とかに出勤して2時間前からスクリームやんなきゃいけないから9時からスクリームみたいな。まああれだよね他のリーグのチームもそういう感じ？活動時間は。活動そう、まあ、スクリーム釣ってる相手が、まあそうか。うんオーバーウォッチリーグのチームがね、一番最初はやっぱ多くて、で、それで、なんていうの、練習時間がそこにあってるから、他のチームも、なんだろう、コンテンダーのチームとかその辺も合わせて、キル活動、オーバーウォッチ競技シーン全体が、なんかその生活リズムで動くようになってるんだよね。そうだね。だから夜スクリームやりたいその、まあ、なんか学生兼とかサラリーマン兼、アマチュアとかセミプロアマチュアやってる人大変だと思う。だよね。そう強いところで昼しか練習しねえから。どうなるんだろうね、そのバロは。今はどんな感じにスクリームやってるんですか、時間帯。アジアはね、早くて14時とか、あ、じゃあ昔のオーバーウォッチっぽいね、韓国の2時スタート。 2時から10時みたいな。そう。ちなみに今の、まあ、うち今13時スタートとかで、今のスクリーム時間よりもっと早くやりたい。できるなら、早く始めて早く終わりたい。それがみんな多分オーバーウォッチのみんな思ってて、普通にご飯行ったりする日もあるじゃん、多分人間って普通に8時ぐらいには終わって飲みに行ったりするじゃん、人間なんだから。まあ、それが健全的ではあるよね。そのワークライフバランスをしっかり維持できるのは 1,2 時間前に動かす方がね、人間として営めるイメージある。今は結構やばいよね。活動終わりになんかするみたいなのは 100% できない。外に出るとかは。まあ、なんか昔から俺はなんか思ってるのは、社会が動いてる時間で終わらないから、まあ、オーバーウォッチリーグのように朝始まって最終的に夕方、まあ、配信するにしても9時ぐらい、8時ぐらいには終わるみたいな。今のバロみたいな感じで、まあ、昼間13時、14時スタートで、最終的にいろいろやって10時とか、なんかその辺で終わっちゃうと、もうなんか社会が終わりかけの時間になって、で、他の人はみんな寝るみたいな。まあ、大体みんな起きてるけど、ある程度社会的な生活にこう関与できない時間のサイクルで動いてると結構なんか、まあ俺は結構きついかな。なんかストレスの要因になると思う、普通に。今の活動時間、最近俺生活リズムで逆になんかめっちゃ良くなっちゃって、朝起きるんだけど朝起きて、まあ、普通じゃん、普通の生活の人じゃん、一般社会では。朝起きて今の俺らの活動サイクルでやると夜もうしんどすぎる。そうね。眠いみたいな。眠すぎる、眠いし疲れる。バロラントの活動サイクルに合わせた生活リズムを取らないと、無理なんだなって思ってる最近。それこそなんか昼11時ぐらいに起きるみたいな。いや多分ね、活動が1時だったら、まあ、12時とかで早く起きすぎると逆にもうそれはもう、後半眠くなって後半もう脳みそが終わっちゃうみたいな、あるある。でも活動長いもんね、バロラント。多分話し合うこともっとある気がする。なんかセットとか話し合えば話し合うほど強いところあるじゃん。オーバーウォッチとかセットっていうセットがあんまないから、あのゲーム決め事をある程度共通にし概念的な決め事しかないから、結局ランクマッチこすってなんか自分の小技磨いてる方がなんかいいみたいなところあるし。ヨーロッパ大会で行ったりとか、それこそポーランド行ってる時とかは、まあ、やっぱ11時ぐらいから吸ってるチームがいて、なんかそこ、まあ時差が多少あるんだけど、もちろん。まあそうだね。時差があるから早めに吸ってるチームとかいるってのはあるんだけど、13時、12時ぐらいから吸ってるチームがいて、で、そこから6マップ1日やったとしても、夜7時ぐらいとか。理想どんぐらいやりたい？正直。もっと練習したいとかじゃなくて、時間もうストレス的な観点、人間の限界値的観点、自分の。ちょっと今使えるか分かんないけど今の俺らは活動スタイル、まあ、まだ今試験的にやってるんだけど、試合に専念する日とフィードバックに専念する日っていうのを多分やろうとしてるよね。そうだね。で試合する日は一気にめちゃめちゃ試合数やって、データを取る日みたいな。まあ試行回数増やす。でフィードバックの日は試合ちょっと少なめで話し合い多めみたいな。このサイクルだったら俺は割と結構長めでもできる。てか負荷がバランス良くなるよ。そうなんか今日は脳みそに負荷。そうなんかその話し合いって結構試合やってる以上に俺結構その疲れんのね。反省会、フィードバック、あと新しいものを生み出したりとかするときっていうのはめちゃめちゃ逆に試合より疲れちゃうから、その試合やった後にそれ挟んで試合やって挟んでみたいな感じでやってるとすごい疲れるから、試合は試合で
そういう日はそういう日でみたいなのに分けたいって話をして、それ今試験的にやろうとしてるんだけど、それだったら俺結構昨日とかさめっちゃ試合やったじゃん、あれも俺めっちゃ早く起きちゃっててとんでもなく眠かったからあれだけど、なんかその生活リズムになってれば多分全然いける試合数。昨日何試合した ?7 試合とか。7かな。7試合。6、7は野見瀬が死んでましたね。まあ体力作りのあれでもあるしね、一環。でもいいね、そういういろいろ練習方法ってすごい大切だと思うんだよね。マジで効率主義者だから。できるだけなんかやっぱ効率よくしたいなって去年ずっとなんか思ってて、いろいろやろうとはしたけど、効率捨てて、土臭くやらなきゃいけないところもあるし。てか安牌なんだよね。結果は絶対ついてくるから、それは。リスク半端なくないですか？やっぱ新しい効率いい練習方法を探そうとして、そうだね、いざ導入してみたら全然効率よくなくて練習時間も取れなくてってなることがあるから、やっぱ練習時間に勝るものはないって感じ、リスクは低いよね。疲れるぐらい。ただそれをやりすぎるとやっぱバーンアウトにもつながるし、燃え尽き症候群、そこは避けたいよねっていうのはすごい考えてるから、オーバーウォッチリーグでもすごい多かった、ウォッチは特に多いね。なんか疲れるからね、一生ランクやってるやつ多すぎて、スクリム3コマ6時間、だいたい今はもう平均して2コマなんだけど、3コマやってる時代とかはみんな燃え尽きてたね。もうそれでランクやんなきゃ家に帰っちゃダメみたいな感じのことやってたから、みんななんか最後らへんもう手っプルプルでオーバーウォッチ入れたくないみたいな感じになっちゃうから、本当に初期のオーバーウォッチリーグ、そう話ちょっと戻すと、初期のオーバーウォッチリーグに関しては、それまで本当にずっと競技シーンで2年ぐらいずっとなんか要は練習ランク練習みたいな、それを本当週1休みで1年通してやり続けるみたいな生活をすでにやってきた人たちがさらにオーバーウォッチリーグに行って、でそこからこうリーグに対してなんかいろんなコンテンツ作ったり配信もしなきゃいけなくなったりとか、でプレッシャーもあるしね。なんかウォッチいいゲームでした、引退しますで、引退してる人を俺はあんま見たことがないから、みんな燃え尽きてもうやりたくねえって言ってどっか発狂してやめてくるみたいな。このゲームダメだっつってもう楽しむことができなくなったで終わってるのをすごい見るから、やっぱりそうはやっぱなってほしくはないしね。どうしてもやっぱ新しいチームとかだと、やっぱもうとりあえず練習量を重ねなきゃもうそもそもデータもないし反省することもないじゃん、だからそこでなんか死ぬほど練習するのは理解できるけど、やっぱもうある程度慣れてきた地盤ができてるチーム、なんか今やってるそのスタイル、話し合い多い日と練習多い日でうまくバランス取るのすごい重要な気がする。本当うまくやる必要があるよね。頑張りましょう。全然いきますよ。でもね、弊害の一つとして大多数のチームが14時スタート15時スタートで固定されてるっていうのがやっぱ俺は日本チーム、いやアジア全域だね。ワンチャンさ韓国みんな来て早まるんじゃない？でもそれはあるかもね。だからマジでなんかコーチたちでさ、なんか晩酌してさ、昼からやってさ、11時ぐらいからもうスクリームしようぜみたいな。そう同じリーグでスクリームできたらいいんだけど、しちゃダメなの？いやできるけどリスクがバロは高いよね。確かに、手の内を。そうか、てか強いのが別に他のチームもオーバーウォッチリーグ他のチームが話になんか3チームぐらいしかなかったから強いのそれ以外で、日本にもチーム強いチームいるし他のところもいるだろうし、ちょっと別の話だけど、APAC、EU、NA で考えたときに多分ねリーグになったら実力が EU が一番伸びると思う。みんな切磋琢磨というか平均的に中堅チームがやっぱ多くて強いし、そう前も言ってたよね、なんかポーランド行ってる時にやっぱ中堅のチームが全然違うみたいな、ちゃんとそれなりにパフォーマンス高くて、チームの連動もなんかあって、今 APAC のリーグにぶち込まれた連中って日頃国際大会で当たんなかったから、とりあえずこことちゃんと強いところでスクリームしようと思ったらこの辺だよねみたいな10チームがぶち込まれてるから、だからなんかちゃんと強いチームが APAC に入ってて、でそことスクリームがしづらくなっちゃうっていうのは懸念してるんだけど、やっぱ最近ロスターを再構築して再編成でまたアセンションのリーグ優勝を狙ってるチームがあるから、そことかのスクリームできればいいかな。仲良くして。じゃあもうマジでスクリームしないんだ、リーグ内では。しないというかね、したいけど、あっちもしたく、なんかお互い多分この気持ちなんだろうね。できればしたいけど、なんかそのリーグのシステムもまだ
そんなぼんやりとしてて、どういう感じで当たるのかとか、はいはい、どういうトーナメントが組まれるのかっていうのが分かんないから、すごくやりにくいところは。早く発表してほしいね、スケジュールとか。オーバーウォッチリーグとかはもう全部リーグ初日から終わりまで日程決まってて、だからこの2ヶ月間こことは試合当たんないから、こことめっちゃスクリームしようみたいな。バロールのリーグもスケジュールが最初にバッと出て、じゃあ後半で当たるところとスクリームしてっていう風になるとは思う。じゃあまあちょっとディープな話は一旦置いといて、まあライトめな話として、まあ、太陽くんに聞くべきかどうかわからないけど、まあ生活必需品、海外生活で。あ、まあ、今年1年、まあ、去年からだけど、まあ、海外遠征続けていって、まあ、ポーランド1ヶ月住んでみて思ったのは、まあ、食事面に関しては結構ちゃんと持ってった方がいいかな。それがすごい一番大きかった。住む場所によるともポーランドとか、特にやばいと思う。そうね。俺最初アメリカ行った時、アセンションリーグみたいなところの無名チームに行って、そこのゲハに住んでて、まあでもオーバーウォッチリーグ行ってお金稼げるようになってロサンゼルスだったんですよ、拠点が。で隣にリトル東京っていう、日本の中華街の日本版があって、もう飯はそこ行けば和食全部あったから、スーパーもあったし日本の。飯に関しては本当に恵まれてたなって思う。韓国はまあ似てるかもね。韓国多分大丈夫だと思うよ。ブラジルじゃない？ブラジルはまあそうね。こいつをね、いっぱい持ってって。ブラジル聞く話だと肉と豆を食ってるらしい。豆食えますか？豆食えるよ。好きな豆は？好きな豆は枝豆。枝豆かあるかもわかんねえ。枝豆って海外枝豆らしいで。日本和食だから。あ、そうなの？枝豆って言うんだ。枝豆じゃないよ。ないか。枝豆ビーンズ。枝豆ビーンズ。枝豆ビーンズ。豆枝ビーンズじゃない。豆じゃん。逆に本当これはあってよかったなみたいなのある？趣味、必要だなと思った。趣味ね。なんかものじゃないけど。趣味だって見るからに趣味酒みたいな感じだと思う。いやあの時は病んでたから。ボトルがこう。やばかった。部屋が酒粕みたいになってた。机の上にウイスキー5本ぐらい空いてる。配信でストレートでガブガブ飲んでたやつがいっぱい残ってたり、ビールの缶のタワーができたり、やばいな。ワインボトルも瓶5ゾロみたいな感じで飲んでて、あんまよろしくなかったな。趣味か。趣味で言ったら服の印象はやっぱ強いけど。まあそうだね。でもアメリカ行ったら服なんてないから、俺はアメリカ行った時筋トレやってたから、ジムね。でそれはすごいいい。やっぱ多少の運動嫌でも絶対週2とかでやった方がいい気がする。そうね、散歩とかでもいいし。体動かすのは大事だよね。本当に僕がなんかコーチになったら強制的に腕立て伏せさせる。今やれ。腕立て伏せか。それでいいと思う。腕立て伏せはやらせたくないな。スクリーム後。スクリーム前はスクワット。全部スクワット。全部スクワット。めっちゃこう鍛える人。めっちゃさ、足ムキムキなさ、チームがステージに登ってきて。ユニフォーム短パンにするわ。足ムキムキなんでしょみんな。見せつける。ゲーム以外の時間の過ごし方をうまく過ごせる人がいい気がする。趣味か。まあ1日10分の散歩でもいいしね。ロールか？ロールか？ロール？エイラム一戦？まあなんかでもそういう気分転換は本当に大事だと思う。心の拠り所というか、まあ、ある程度やっぱこうバロだったら、まあ俺だったらバロだし、まあ、オーバーウォッチリーグやってる時はオーバーウォッチリーグがこう軸だから、なんかそれが一本じゃなくて、なんかもう一つ二つぐらいは、そうだね。休日に俺服好きのトワイライトってやつと2人で買い物とか行ったりしてて、2人で昼飯ランチ食って帰るかみたいな。そういう普通の生活するのは結構ね、この時間ゲームに当てればみたいな考えは確かにあるんだけど、まあでもちょっとはマジで休憩取んなきゃ。てかそこに罪悪感を感じなくなっちゃダメなんだけど、これはこれ、それはそれってうまく分別オンオフしっかりできる人は強いと思う。そうだね。ダラダラ練習時間削り出したらダメだけど、まあスイッチをうまく切り替える必要あるね。じゃあロールちょっとやっていいよ。エイラム一戦。今ブーム来てないから俺の中の。いつ頃やってたの？ロールは。俺はチ去年ャンピオンズ終わってもう完全にオフの時。オフで10月11月。そう。ライオット ID 後で教えてください。やりましょう。いや、Qさんに怒られる。ここでライオット ID 行ってマッチヒストリーちゃんと見れるようにしてみんなが監視してくれればいいよ。みんなが監視すんの？みんながクローのアカウントを監視して UGG 見て負けてるっつって
うざすぎるそれは。お前ロルフィードしてるやん。うざすぎるわそれはさすがに。おもろすぎる。やったかさえもバレるのも嫌なのに負けてるかどうかまで見られるの嫌だわ。キャリーしてんならまだしもつって毎朝俺活動行く前に確認するわ。それは全然構わないですよ。ではそれ見てくれたら俺が大体どれぐらいやってないか分かるよ。変に疑われなくてその、うん全員のロールアカウント停止させようかな。みんなそんなやってんの？いや2人しかいない。デップマンもデップとクローぐらいか。デップマンうまいもんね。昔から好きだよね。めっちゃうまい。あいつも最初の頃マジでロール、こいつ本当にロールの才能あるなって思うぐらい下手だったのに、今となってはね。うまいやつになって。じゃあ大学もそうなれる。いや俺デップマンじゃないからな。ブロンズ2ダイヤになろう。俺晩年ブロンズな気がする。万年ブロンズはね、逆に誇れるよ。いないからって。晩年ブロンズ。いや僕はでもゲーム以外の息抜きもすごい大切だと思う。画面見てない時間。山登るいやだからQ3の山登りとかすごいいいと思うんだよ。植物園行く行かないっす。全く興味ないっす植物園には。山登りもな、まあまあ、命の危険あるからな。出た。高尾山登れいやいや出た。ガキさんと Q さんが行った山の写真見てほしいんだけど、マジで一歩踏み外したら死ぬみたいな橋を両端崖のとこね。マジでやばい。あれこう死ぬでマジでってこれいう。ぐらいかな。一歩外したら死ぬ。いやその生死との境目がいいんですよ。そこはガチで、これマジ危ねえなって思って。そこだけ。ちょっと本当に怖かったですよね。僕結構危ないことだって水もないもん好きなんだよね。まあでも、安全に登るべきですよ、山は。まあ確かに人に迷惑かけたくないもんね。本当に。野生生物とか野生生物は。熊とか出い。ない？いや、もう熊出るんじゃん。出るとこ行けば。危ないっしょ。まあ俺なんかで見たよ、熊に遭遇した時の。アウトドアなんか上からブワーって。そうそうそう。うわーって。振り下ろしてたけどね。強い。あの人めっちゃ強くないですか？あれあれ見ても殴るんだよ。こうやってうんブラブラブラあ、いや、まあダメだわと思った。まあでも確かに怖いよね、それは。まあでもまあ本当にアウトドアはね、そういうなんていうの、多少の危険やっぱりつきものではあるし、でももう人間である以上死ぬから。しょうがないものとしてうん。やるしかないです。アンラッキー。ああ、ゴネクト。雲いたら。ゴネク、ゴネク。ゴネク。ネクストあんのか？リスしたら熊になるかもしれない。まあ必需品、趣味。趣味、ゲーム以外の過ごし方。これすごい、それで挫折してる人を何人か見てきたし。バースさんは韓国リーグ行って、韓国のなんかフィジークの大会出るって言って出ようとしている。いいね、でも。いや、ちょっと重いけど、スケールが。うんまあでもなんかボディービルダーのような体を作るみたいな目まあ標。綺うん。た。1年間鶏肉しか食わないでほしいわ。あの容姿でさ、ムキムキだともう怖いよ。まあでもちょっとね、丈がね、ちっちゃいからね、意外と。まあまあまあ、そう。顔ちっちゃいからだから、ちゃんと鍛えたらすごいめっちゃなんか綺麗な綺麗なバース。バースに。だからまあバースさんは韓国でフィジークの大会に出る。で筋トレが趣味。大会出たら応援行くわ。さすがにさすがに行く。一回みんなで。みんなで行く。じゃあ次。リーグあるある。なんか思ったのは、プレーオフで会うメンツが一面すぎて、まあ強いチームは強いもんね。刺激がない。みみたいなのはちょっとあるかも。それこそ CG。でも大体3チームぐらい同じだから。まあ1チームがワイルドカード枠みたいな、今回上がってきたやつ。そう。長期的なリーグ、一番最初のパワーバランスが崩れることってあんまなくない？まあ、1位から4位ぐらいはプレーオフで変わるかもしれないけど、うんそうだね。一番下にいるチームが急に上に行ったりはまずないなっていう。そうだね。まあプレイオフがだから面白いんだよね。うんワンチャンがあるから。でギリギリプレーオフ行けたチームがみたいなのは全然あるけど、うん。下克上というか、一回も下行ったチームはなかなか上がれないことが多いし。大会の良さでもあるし、悪さでもあるよね。それは。うんリーグはなんか真の強者が出るイメージある。そうだね。安定して勝てるチームが、まあ、強いね。いやでもなんか知り合い友達とか増える気がする。リーグ普通に。まあ確かにね。まあ、さっき言った一面とかさ、敵チームでもいつも合ってるから、なんか普通によっともにはなるじゃん。だからそれは羨ましいと思う。やっぱ、うんいろんな人と多分仲良くなる機会増えると思うから。覚えてる俺らタイ行った時、うん。敵チームの人たちとご飯行ったんだよね。うん。一体超謎だった。ダロンとね当たる前に。そう大会も決勝しか残ってなくて、ああ。お互い決勝のチームで、タイのなんかうん料理屋さん、だからもうガ20人、チすごいね。ガチでまずかった。うん、ガチでまずくてクソおもろかった。半分韓国人、てか韓国人であっちは、言葉はこっちもわかんないけど、
みんなでディスカスティングとか言ってクソまずいクソまずいっつって。タイはすごいおもろかったね。それこそデップマン一緒だったし、しかもクソでけえゴキブリいるし、ゴキブリのサイズがおかしかったよね。バンコクの一番都心のゴキブリは強かった。暑い暑かったね。やっぱ暑いとこはでかいんだ。それがいるところで路上で売ってるよくわかんない肉のケバブみたいなのを買って食ってるクレアさんとタイくん、クレアとケンもかな。俺食ってないと思う。クレアとアメケンかなの気持ちは俺は分かんない。なんか食べようよとか言って屋台のケンジさんはなんか言いそう。これ絶対美味しいよ。クレアさん結構頭おかしいからマジでおもろかったな。でもケンさんそういうノリいいもんね。あんまりなんかその同じ決勝で当たるチームと飯行くみたいなの嫌悪感は全くなかった。なんかもうお互いここまで頑張ったねみたいな感じだった。めちゃくちゃどの道まあパフォーマンス出せれればリーグに行けるし、勝ってもリーグ行けるかじゃないからね。まあ、お金ちょっと増えるか増えないかみたいな感じだしね。僕はやったことないロールをやったりして、そうだね。新鮮だったね。まあウィンストンうまかったよね。いや下手だって俺びっくりしたけど。まあよくやってたと思う。よくはやってたけどうまくはない普通に。最初の方から単価したら結構才能あったんじゃないかなとは思った。いやエイム悪いから俺なんかエイム関係ないキャラもっとやっとけばなって。突っ込んで平気なキャラは向いてるかもしれない。デスどのゲームでもそうなんですけどデスがめっちゃ多いんだよね。そうトライするの大好きだからワースワースみたいな。チーム的にはノットワースみたいな、もうネオンでカーテンビュー上げて一生スライディングしてるやつみたいな。死んだらなんでトレードしてくんないのっつって。でもその心意気結構大事だよね。トライする。いやでもチームだったらサポートできるから結構それを見て俺はオーバーツリーグ行けたし、それを見てベンチにもなった。ハイリスクハイリターンすぎて、抑えろみたいな感じの俺は太陽君が出てる試合でもうちょっと抑えたらってところで行って死んでるのをまだ太陽君変わんねえなって、いや俺は止まりたくないの。敵が絶対来ねえだろって思った時に行くのが大好きなんだよね。フィードしまくってもうさすがにフィードしねえだろって言って油断してるところに突っ込んで5人倒すみたいな。それが一番快感。それでなんか逆転勝ちめっちゃできる。1人フィードして他5人安全とか、逆に5人でフィードしたら強い時もあるじゃん。それがすごい好き。憑依をつく。俺マジで自称世界一のキャスディだったからアンスに言われたんだよね。お前はエイムじゃなくてフラバン持っててキャスディ、初期スタン当てて右クリエイムなしで倒せたんだけど、お前はエイムする前にフラバン当ててくるから勝てないって言われてまあアンスにやれたらもう世界一だ、だから俺一問強いと思って俺が最強、なぜなら打たずに勝つからみたいなまあでもそういうリスクはあんま求められてないっていう。大会とかでは、プレイオフとかではすごい求められてる気がする。でも逆によくリーグで強いけどプレイオフ勝てないチームいるじゃん。そういうリスク踏み出せないチームな気がする。まあバロに関してはね、明確にデュエリストやってるんだったら俺は3割アドリブみたいなプレイスタイルの方が好きだから、はい、リーグに面して太陽のこれだけは伝えたいことコーナー先輩。終わりでいいや。ワールドチャンピオンシップで終わりでいいや。チャンプ俺らに伝えたいことないのか。チャンピオンとして言わせてもらいますけど、松岡修造チームに行ってほしいなっていう。松岡修造さんみたいな熱すぎる人。Q さん結構冷静でも熱い時は熱いじゃん。でも基本こういう人が欲しいんだよね。なんかバランスが取れると思う Q さんと。なんかボルズさんが一生叫んでてなんか言ってんなぐらいのテンションの人バースさんなんかバースさんでも確かに筋肉いやバースでもそんなにパッション強いタイプじゃないからそうね、筋肉に対するパッションは筋肉のモチベーションはあるけど声出しって感じじゃないよね。いやマジで意味わかんない声出しする人がすごい重要だなって、やっぱ俺ら結局は陰キャゲーマーだから声出したくねえじゃん。でもなんか野球部のうぜえ監督みたいな人って前までは価値ねえと思ってたんだけど、必要悪じゃないけど、悪なんか必要な存在でもあるんだなって。やっぱモチベってどうしても論理的なものじゃないじゃん、なんかマジで叫んだらモチベ出るし、それを引き出してくれる人ってチームに必要だなって思って。それこそ2部リーグ行ってた時にそういうコーチがいて、もうただ叫んでる人、本当に
お前ら世界一最強イエーイみたいなそれしか言わない人がいてでもその人のおかげで俺らめっちゃ強くなれたしじゃあやってもらおうかな。ファミリーみたいな俺たち家族だろみたいな一緒にやってなんか喧嘩もするしちゃんと言い合いもできてでも家族だからっつって熱い語れる人あるんですよ、そういう短歌的な感じなのが、出てこない。いやでも本当にそういうチームビルディングとかよく言うじゃないですか、企業でなんかみんなでアイスブレイキングどうたらこうたらみたいな。いやマジで意外と騙されたと思ってやってみてほしい。俺ショックの時僕が入って優勝したんだけどその1年前にも優勝してて2連覇だったんだけど、マネージャーショックの時はマネージャーが結構そんな感じで、あ、そうなんだ。そのモチベーター、でその時にプレイオフ入る前に1週間ぐらい休みがあって、練習後に、みんな帰らずに一緒にドキュメンタリー見ようってなって、ラストダンスっていうマイケル・ジョーダン、バスケの選手のマイケル・ジョーダンっていう人のドキュメンタリーで、それが3連覇して1回プロ辞めてもう1回持ってきて3連覇するんだけど、最後の3連覇のストーリーの話でそのなんか連覇する重み、多分みんなも結果出して次出さなきゃいけないみたいなプレッシャー半端ないじゃん、そういうプレッシャーとの向き合い方とか、競技者としてのただのモチベーションを上げるようなドキュメンタリーなんだけど、それを毎週練習終わったら1話見て次の日練習終わったら1話見てみたいな、そういうシンプルなみんなで見るっていうだけのチーム、こういうところにみんな座ってテレビ置いて見て、じゃあ解散みたいな、そういうチームビルディング的な、騙されたと思ってやってみてもいいと思うよ。そうね、マジでそれで今でもすごい印象に残ってるし、あの年みんなが優勝できたのも、少なからずそのモチベーション入ったと思うし、なんか良くないですか、なんか兄貴みたいな人いて何でも相談できる、なんかあの子好きなんだけどから俺なんか腰痛いからマッサージしてから何の相談もなんか最近 Q さんうぜえわみたいな、そういう相談も全部受けてくれる兄貴みたいな人。マネージャーがそういう立ち位置のチームは結構ある。でマネージャーも結局なんか仕事というかマネージメントの仕事がある上のあれだから、ちょっと感情移入というかそうね、変わってくるから。なんか CAG とかでは CG 割とそういう感じだった。キョンっていう人がいて、基本的にそっちにもう全部マネージメント系は振ってて、体育会系っぽい感じをしたから、その辺うまかったしね。なんかゼータとかは強いし、なんかあと一歩でなんか SS ティアに行ける気がするから、恥ずかしさみたいなのを捨ててくれたらすごいやりやすいではあるね。そういう人いると捨てるもんみんな。だってあいつが一番恥ずかしいんだからいわゆるなんかそのスポコンって案外侮れないではあるから、佐伯君の言うようにそのちゃんと細かくやって冷静に動いた結果、最終的にその辺のモチベーション的な部分マジでは一旦バカになった方が楽だったりするから、俺試合中はバカで反省会頭いいっていうのをずっと貫いてた。試合中は頭いい方がいいんじゃない？いやバカでもう体で感じるタイプ、もう試合中はね、その死んだ時に考えるけど、バローでもちょっと考えなきゃいけないか。なんかオーバーチ結構もうなんか流れじゃん、やってる最中にどんどんマジ声出したチームが勝ちみたいなところがあったからな。次の作戦があるチームが勝ってたから。フォーカスコール、次のコールとか。なんか負けてる時とか知りたいんだけど、やっぱ次これやろうとかどんどん消えてっちゃうのかな。刺さらないものが続いてくるとどんどん手数が減ってくるから、もう普通に何やればいいんだろうみたいな感じなの何がか。刺さるのかみたいなところは分かんなくなってくるみたいなのあるんじゃないかな。なるほどね。いや俺マックス CR カップだからバロのチームでやったの。でも CR カップも同じじゃない、なんか練習したものが、刺さんなくなるとマジで誰も喋んなくなるから、俺行ってくるわっつってネオンでってやってたずっと。ちょっとベクトルが違うけど、似たような感じ、似たようなにはなると思う。その大会期間中だけガチで声しか出さないやつ日雇いで雇うか。でもなんかみんなちょっと親近感ある人とか、コーチ的な役目もしてる人がいいと思うけどね。マジ叫んでる人一人いた方がいいよマジで。マジで静かすぎるよ。スクリーム中にQさん怒ること多分あるだろうけど、あんまなんかこれさみたいな感じでしょ Qさんのいつもの。俺はね怒らないよね。いや怒るよ。なんか怒ってるなーみたいな。これやんないの？やれるのにやらない時じゃん。そうね、怒ってるのに入るかもね。だからそれを
Q さんがコーチの、まあ、3人とかで見てるじゃん。VC で「おいお前らふざけんじゃねえよなんでやねんだよ!」って言ってみんな「へーへー」ってなってでもそんぐらいでいいと思う。俺らそんな感じだったもん。でも褒めるときは「お前ら天才かよなんだよそれ!」みたいな。Q さんはとんでもない2対5とか3対5とか取った時も、ふふって笑うだけ。熱くなるよ。でも試合中はマジで熱いと思うよ Q さん。なんか少人数戦結構やばいラウンド取り方したら結構しゃべるくない？もうやるやん。うますぎじゃんみたいな。あでも言うね Q さんうますぎる。いやでもそう裏で言ってるかもね。俺らに言ってる？なんかでも MVC は載せないようにしてるよ。あ、そうなんだ。そういうのは。いやそれじゃ伝わんないよね。載せていいよ多分。昨日載せたよ。昨日は、言ってたかもね。いやでも昨日は、ふふって笑ってたよ。記憶が浅かった。お前どうだろう、ふふ、お前強すぎだろ。みたいな。いいねなんかでも相手が投げてるみたいなラウンドで取るとフフってなるかも。あああ何やってんだ敵そうそうそうみたいな。でもよくスクリーム中とかもうコーチいきなりマイク持って「おい天才かよ!」みたいな「なんだよそれ試合中もやってくれ!」みたいなやべえプレイした時俺エフェクトかけて、叫んでる。めっちゃいいやん。メガホンのあれめっちゃいいやんおもろいやん。それ笑っちゃうみんな。シュガーゼロ選手ナイスプレーです。シュガーゼロ選手。いやでもナイスプレーはナイスプレーって言った方が俺はねいいと思うんだよね。まあそりゃそうだね結構俺昔から言ってるよね。なんか昔はさ全然誰もすごいプレイしてもさ何も言わないみたいな。まあかっこつけてたみんな。いやもうみんな無。かっこつけるっていうか、なんか物事に対して感情がなんていうの湧かない。なんか感情あらわにした方がいい気がする。なんか味方トロールしたら怒っていいと思うし、おいふざけんなよって。まあ今のうちはすごいいいと思う。いや、ね Q さんは課題としてマイクに叫ぶっていう。いきなりやったらめっちゃ面白くないでめもっちゃおもろい。みんな多分これはみんな見てないから、うん急にその活動の時から、もう誰がいいプレイしたら「お前最強すぎだろ!」って名指しで全部いいプレイ全部に多分びっくりするで。びっくりしてみんな笑っちゃうよね笑っちゃうよ。雰囲気良くなる。いや、で怒るときは怒って、褒めるときは褒める、感情が分かりやすい人がいるとまあそうだね。いいと思う、本当に。なんか、選手からすると、何がダメだったのかとか、今の、まあ、悪いんだろうけど、なんか悪くないのかなみたいな、謎のなんか、感情の揺らぐというか、これに関しては、俺は声の問題はすごいある。感情の起伏が出にくいではあるかもしれない。まあ確かに。じゃあ、対面だとそんなでもないと思うんだよね。顔見れたらね、やっぱそうそうそう変わってくるけど、リキッドに勝った時のさ、映像あったじゃん。ああね。あの感じで。いやあれ毎回じゃあ、クラッチしたら大パンするわ。わーモニター消えてたよ、衝撃で。やりやすい。 Q さんだけウェブカメつけとこうよ。ね、俺がサボって左でるのバレちゃう。大画面にしとくよ。俺が鼻くそほじってるのバレちゃうよ。いいじゃん。まだまだ全然できるところはあるから。楽しみですね。まあ今年はなんかいろいろ試せるっちゃ試せるんじゃないですか。試合数多いし、追われるプレッシャーより上手くなる方のなんか重要性が高い気がする、リーグは。確かに。でもね、今年俺らはね、大プレッシャー来てるから、まあそうだね。まあマスターズジャパン、そう、みんなあれに出ないとっていうね、まず。そう。楽しみなのはあるけど、なんかそれに絶対出なきゃいけない。なんか少なくともブラジルは、まあいい成績残したいけど、それよりもマスターズ東京上だと思う、俺は、個人的に。なんかこれはこ半年の目標って感じだもんね、マスターズ東京に。チームだけのタスクじゃなくて、なんていうのかな、コミュニティとしては絶対に、うん。日本チ日本のコミュームニティのねを会場で応援するっていう重要やね。重要だよ。じゃあ、ここからさらにもう1時間 e スポーツについてマジですか？語りましょなんですか次のトピックスは。う。最後にね、かれこれもう1時間ぐらい喋ってるらしいんで、マジで e スポーツについてはマジで一生喋れる気がする。だから大学はそんなにあれかもしれない。結構古参勢ではあるから、やっぱり e スポーツが e スポーツと呼ばれる前からやってるから、過去と今違いについて、これだけは変わったなって思うようなもの。お金。マネね。ー。お金はすごい変わったね。いや、マジで生活できてて、すごいと思う。昔のもらえるだけすげえなみたいな時代がマジでそうなんだデバイスですごかったからね。お前マウスパッド提供してもらった。おすっごい。マウスもらえんのスティールシリーズのマウスもらえんのいいなぁ、俺もいいべ。持ってるぜ。みたいな。だいぶ変わったね。そう、マジで一桁、上京したて一桁で、一人暮らし始めても全然だったから、それを考えるとね、だいぶもらえるようになったし。
だいぶっていうかもう100倍ぐらいでしょ。ゼロを100にしてもゼロだもん。100倍はやばいかもしれんな、それは。いやそれは嘘だ、ごめん。100倍か、稼いでんね。今冷静に考えたけど5万円もらってた時代の100倍やばすぎんだろ。500万500万毎月もらってんの。最強すぎる。すごいよね。まあでも5万円がすごかった時代もありましたもんね。ね、それこそね、アブソのメンツは実際お金が出てない時代からやってきてるわけだからね、散々いろんなところで語ったかもしれないけど。いやそうだよ本当に。だって俺もうプロになってどれぐらいだろう、もう2016か17ぐらいからやってるけど、もそうね。やばかったね最初の方は生活が。実家済みじゃないとまずできない、無理だね。うん無理。それかなんかもう御曹司みたいな。元からお金がある家庭とかで。俺とかねプロ17からやってたんですけど、高校行きながらだったから、そうねまあ全然普通に親のすねかじりまくって学校終わって一生スクリームみたいな感じだったから、高校生はかじるべきだよ。それから考えるとここにいる3人はてかこの3人の世代ぐらいは本当になかなか微妙な時期を過ごして今ちゃんとお金が稼げる位置にいるわけだから、だからもうおじさん発言になるけど、なんか若い衆感謝をね、その0-0の時代を、いいんじゃないですかね。いや俺マジで感動したよ。ワールドカップ行って1500ドルだったんだよ参加費もらえるのが、だから16-17万とか。びっくりした。銀行口座振り込まれてこんなもらえんのみたいな。めっちゃいいホテルだったもんね。しかも初回はねやばかったね。それで親に買ってもらったパソコンのお金を返したんだよ、はいはいはい。で俺これ仕事にできるかもって思い始めたね。それでやっと。クロウはなんかそういうプロを実感したタイミングとかっていつだ？プロを実感したタイミングはなんだろう、それこそ本当にお金をもらった時だね、給料として、給料ってでかいっすよね。そう給料として月額としてもらったのはかなり大きかったけど、何が辛かったかって、そのもらう前は実力的には同じぐらい、もしくは俺らの方が強いって感じるレベルの海外のチームたちがとてつもない額をその当時ねあるあるだもらってたわけ、でそれを見て俺らのがもっと強いのにもっと上手くなれるのになんで俺らはもらえないんだみたいな時期、それはゲームにもよるし、その日本のプレイヤー人口とか関係するじゃん、めちゃめちゃ。そうね。だから辛かったね。なんかその当時で言えばその同じぐらいの実力あるのにその対価としてもらえるものがないっていう、日本はね良くも悪くも超しっかりしてるからこそ、なんかお金の出始めが遅かったりするしでもやっとみんな報われていろんな人がプロ一本でさ食っていけるようになったし、だから今最近始めるような子たちは、その辺が感じないように今後もなっていけばいいなとは思う、むしろこれを知らなくていいもんね。プロになってちゃんと食っていけるものとしてプロゲーマーがあるような状態になるのが本当ベストだと思う。サッカー選手と一緒で夢の職業であってほしいもんね。なんか辛さとか、あるけど金銭の辛さはあんまなくなってほしいよね。多分他のリージョンで考えても結構もらえる額が多いし、タイトル問わず、コミュニティも大きいから天井が低い気がする。それぐらいじゃない？そうね、もらえるお金の、なんかフェイカーみたいな人がいないじゃん日本に。多くもらえるプレイヤーは少ないかもね。それはちょっともう今後の壁っていうか市場の問題だもんね。市場となんかウルトラハイパーキャリーの人がいないから、今後っすね。韓国の LCK だってね、もともと年俸低かったところがここ3年ぐらいですごい上がってるから、中国に比例しないぐらい、そういうのは全然あり得るだろうし、楽しみだよね。ここ5年ぐらいの e スポーツの行く末。お金は全てじゃないですけど大事なんでね。いやマジで生活できないからね、金だけは。ちゃんと全員 e スポーツにかかる人間がね、お金もらって生活できるようになれればいいですね。じゃあこれからどう発展していくと思いますか？ジャパン e スポーツシーンは。いや知らんっすよ。いや僕はでもなんか今大学でそのスポーツと e スポーツの共通点を見つけようと勉強してるんで、そこをつなげるっていうか、スポーツのいいところ e スポーツのいいところをお互い混ぜる、混ぜて、そうだね。Q さんに
情報提供はいみたいな、これやった方がいいよみたいな。 e スポーツコンサルコンサルやるか。 e スポーツコンサル会社立てますわ。 e スポーツコンサルの。コンサルで呼んで対応出てきたらちょっとなんか嫌だな。いや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 、Q さんだけだからそれ思うの。確かに確かに。 Q さんだけだからそれ思うの。確かに。本当に Q さんだけだわ多分。確かにそうかもしれない。で俺と Q さん行ったら違うなんか会社になりそう。なんかすげえ太陽来たってなるのか、普通は。うんそうだよ。すごい実績があってそうでそういうところも学んでってうわやってたらちゃんとしてるでしょ普通に。 Q さんだけだからうわ太陽か。になるよ、多分。楽しくやりたいね。e スポーツおじさんになりたい。だからなんかありますか今後 e スポーツ、ジャパン e スポーツがどうなってほしいか。いやキープゴーイング。キープゴーイング、コンティニューこのまま。うんだって今いろんなゲームでうん。昔出せなかった実績とかさ、うん。どのタイトルでも出てくるようになってきて、うん。これがだって続けばもう本当にやっと追いついたじゃないけどさ、うん。その実績が追いついてきたというか、世界にね。そう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 加えてその選手の価値が高くなってきて、給料とかも待遇が良くなってきてる最中だと思うから、うん。キープゴーイングですキープゴーイング。まあもともとゲームする人口はやっぱ多いと思うから、ただまあやっぱパソコン買う人が少ない。増えたよね、でも本当。最近は増えたと思うけど、やっぱコロナの影響でお家デスクトップ置く人は増えたから、それもあると思うし、ある程度安定して成績残して、ね、分母を増やして、プレイする人口を増やして、そこからこう数をでかくできたらいいなとはマジで思うから、まあコミュニティが大きくなってくれると多分僕らも楽だから、配信者から競技シーンに流れてくれるのは俺はめちゃくちゃ嬉しいかな。今後確かにね。まあ、なんかこんなことに本当に今大手重鎮ストリーマーと言われる方々は過去競技シーンを通っていることが多いので、なんかそういうところはすごい助かるけどね、価値をこう認めてくれてるっていうのはすごいやりやすいし、個人的に思うのは、まあ、望んでるのは、まあ、国内の選手がこう海外に行くっていうのをもっとこう普通のことになるといいなっていうのはすごい思うね。まあ確かに韓国の強い人がまあ日本に行ったり、それもあるし、アメリカに行ったりとか逆もあってもいいし、その日本人がまあ今最近だったらエビさんとかがそうね EU 行ったけど、そういうなんかそんぐらいみんな強くて海外のチームも重宝するような存在がいっぱい出てきたらいいよね。やっぱ語学学習に積極的になった方がなんかやっぱ国際大会に行った時にあこれ、面白いしスポーツ選手の授業で受けたんだけど、なんかみんなスポーツやってる間現役の時に後悔してることの1位が圧倒的で、言語のその習得が圧倒的1位だったんだよね。まあ選択肢も増えるしね、正直英語喋れれば何でもいけるかもね。英語喋れるんだったら欲しいって海外のチームからなる可能性もある選手もたくさんいるだろうし、それは俺はなんかオーウォッチの時に思ったから確かに。でも Q さん結構積極的な方じゃん。そうだからそれから聞くのはマジでできるじゃん。聞い取りある程度喋れるようになってるから、だからまあそういうのが普通になって海外チームでやってみたいとは思うから、どういうもんなのか。そうはいということでね、またこういう話は大学の配信かどっか飲みの席とかで飲みの席でいやじゃあ僕ん家で食べりましょう。タコパタコパ緊急 e スポーツ会議。西原さんもいる。喋りづれ西さんいてほしいな。喋りづれいや俺結構西さんに言うからね。この前俺西さんと普通に渋谷のさセンター街のマック2人で行ったからね。3階とかでバーガー食ってた。一緒に e スポーツについて熱く語ってた。マックの中で来てくれるよ。マックの周りに座ってる人にツイッターで書かれる。マックの隣の席で e スポーツに語ってるやつがいたんだけど、まあそんな感じで、はい、センパーリーガー、チャンプ、ロールブロンズ。うざすぎだそれ最後に持ち出す。いやあれこれみんなちょっとこの動画を保存してほしいの。来年までにはブロンズが出てる。本当かな。いや絶対すぐ出れる。晩年ブロンズは嫌です本当に。まあ一回、ブロンズいくつなの2と3をこうやって言ってる。あれ絶対いけるでしょ。上振れで多分シルバーいけるって。はい。ということで、ザキスキュー&クローショーシーズン3エピソード10。今回ゲストは、二回抜く太陽くんでした。チャンプ。ワールドチャンプ AK 太陽。まあ YouTube の方は、このクソ長い動画に字幕が追加される可能性は多少あるかもしれません。されるでしょう。そしてまあ、メンチョさんの回も思ったけどね、やっぱゲスト回はちゃんと面白くなるんでね、よかったと思います。
Spotify の方を聞けるので、YouTube の方は高評価とコメント、サブスク登録お願いします。お願いします。大学の配信も見てあげてください。ロール、ブロンズ配信、ぜひ見てね。それでは、さようなら。さよなら。良いお年を。明けおめ。明けおめ。まだ初詣間に合うよ。